全てのガンダムを紡ぐ究極の機体。エクストリームガンダム。エクストリームガンダムは、ゲーム、機動戦士ガンダム VS シリーズの9作目にして、10周年記念にあたる作品、機動戦士ガンダム、エクストリーム VS と、その10周年記念漫画、ガンダムエグザに登場する機体です。作中では、主人公、レオス・アロイが登場し、ナビゲーターのセシア・ウェアのサポートを受けながら、様々なガンダム作品の世界へ赴いて戦いを繰り広げていきました。また、続編の漫画、ガンダムエグザ、VS や、同じく、ゲーム、エクストリーム VS シリーズの続編では、エクストリームガンダムタイプレオス2、バリアントサーフェイスなどに登場して、エクストリームガンダムマーク2、アグゼなどとの戦いを繰り広げました。今回は、そんなエクストリームガンダムとその関連機体について解説させていただきます。なお、本動画は物語全体のネタバレを含みますので、未読の方はご注意ください。理論上にのみ存在する極限のガンダム。それが、このエクストリーム。それは、とある世界の物語。人類は、衰退の一途をたどり、滅亡に瀕したことから、人類を進化させて、主としての力を取り戻すべく、木星軌道上にジュピター10と呼ばれる宇宙ステーションを作り上げました。そして、ジュピター10には、ジェネラルアンサーと呼ばれるデータ群が存在し、GA 内には、すべてのガンダムシリーズの世界が仮想空間データとして存在していました。しかし、すべてのジェネラルアンサーは、人類進化の答えを持っているものの、それを得るためには、それぞれの世界の内部に入って、直接情報を得るしか方法がありませんでした。そこで、セシアは、G ダイバーと呼ばれる者たちを集め、ジェネラルアンサーにダイブさせることで、人類進化に関わるデータを回収しようとしていました。こうして招集された G ダイバーの一人がレオスとなります。なお、セシアは、ホロアクターと呼ばれる立体映像なので、G ダイバーの好みに合わせて容姿を変えることが可能で、G ダイバーによっては、メガネっ子やお姉さんタイプなど、様々な姿に変化します。レオスは、当初専用機を持っていなかったため、機動戦士ガンダムシードの世界にダイブしては、村雲が描かるアストレイブルーフレーム、セカンドリバイに対してストライクノワールで戦ったり、機動戦士ガンダム00の世界では、アイズガンダムに登場して、フォンスパークが狩るアストレアタイプ F と交戦したり、機動武闘伝 G ガンダムの世界では、ヤマトガンダムに登場して、ドモンカッシュが狩るシャイニングガンダムと戦う、といった形でミッションをこなしていました。こうして、様々な学びを得るレオスが、新機動戦機ガンダムウィングの世界で、ガンダムジェミナス01に登場し、ヒーローたちと戦いを繰り広げる中、G ダイバーの一人である、イクスが、青きエクストリームガンダムを完成させ、戦いに介入してきました。ヘビーアームズ、サンドロック、シェンロンを破壊し、さらに、ヒーローの元へ現れたイクスは、豊富な射撃兵装を持つカルネージストライカーを装備した姿、カルネージフェイスでレオスたちを圧倒しますが、レオスは、ヒーローのウィングガンダム、デュオのガンダムデスサイズの協力を得て、なんとか撤退させました。しかし、その後イクスは、エクストリームガンダムをより改良するために、管理システムを操作して、レオスを、死の危険性が高いミッションへ向かわせます。それは、マリオンが狩る、ブルーディスティニー3号機カイジムヘッドと、ゼロ村雨が狩るプロトタイプガンダムマーク2が殺し合う戦場でした。そこで、セシアはレオスを救うべく、G ダイバー、ビーニャを通じて、レオスの元へ、エクストリームガンダム、タイプレオスを送り込むのでした。エクストリームガンダムは、もともと、イクスが、理想的な世界を調停するために設計した機体ですが、レオス機は、セシアが、それをもとに、レオス向けに、常識的な機体としてでチューンして作り出されています。武装としては、ギターを模したデザインのビームライフル、バックパックに2機装備されたビームサーベルと、腰部に2本のビームダガー、そして、ギターケースを模したデザインのシールドを持ち、ビームライフルをシールド裏に収納可能です。なお、レオス機が、コンパクトなビーム兵器、バリアブルガンを装備する姿も見られます。このように、武装としてはシンプルな構成ですが、イクス機は、巨大補助兵装を装備して機体を強化していき、レオス機は、G ダイバーが持ち帰る GA データを反映させることで、強化された形態へと進化していきます。タイプレオスは、まず、ドモンとの戦いから学んだ格闘形態、ゼノンフェイスへと進化しました。なお、レオス自身も、熱血キャラへ性格が変化しています。ゼノンは、手のひらから爆雷球と呼ばれる光球を放つことが可能なほか、極限全力シャイニングバンカーという、シャイニングフィンガーを彷彿とさせる攻撃が可能です。
次に、イクスは、ゼノンフェイスのデータから、格闘特化形態、タキオンフェイズを開発しました。タキオンは、シャイニングガンダムのように開閉型フェイスカバーを備えており、武装として、大型ビームソード、タキオンスライサーを持ちます。そして、ゼノン・オカルデオスも、タキオンの姿を見て、タキオンスライサーを使用するようになりました。格闘進化！ゼノンが全てを叩き潰す！ G ダイバーの一人であるイクスは、もともとは、セシアが生み出した G ダイバー管理プログラムでした。しかし、イクスは、エクストリームガンダムを完成させるためには、GA データ内の主要人物を殺してデータを崩壊させることさえも厭わないと考えていたため、それを見過ごせないレオスと、互いに進化を続けながらも戦いを繰り広げていくことになります。そして、ゼノンの次に登場したレオス機の新形態がエクリプスフェイスとなります。これは、カルネージフェイズや射撃系機体、そして、ウィングガンダム0エンドレスワルツのツインバスターライフルのデータから開発された形態で、レオスはヒーロー寄りの性格になります。武装としては、2丁のバリアブルサイコライフルを持ち、2丁を接続したクロスバスターモードにすることも可能です。両剣部には、ビーム砲、ブラスターカノンを持ち、両翼部には単弾頭ミサイルを搭載しています。また、極限進化した際には、カルネージフェイズと GN アーマータイプ D から学んだ、規格外拠点攻撃兵装、カルネージストライカーを背部に装備することで、強力なビーム照射と、ミサイルコンテナ、エクリプスクラスター、そして、敵機の稼働を阻害する投射式ジャミングシステムが使用可能になります。なお、もともと装備している、ビームサーベルやビームダガーも使用可能ですが、エクリプスが使用する場面はあまりありませんでした。射撃進化、エクリプスに落とせぬ敵はない。次に登場した形態がアイオスフェイスとなります。それまでの経験と、キラヤマトがストライクフリーダムを借り、メサイア攻防戦で戦う様子から学んで作り出された、ファンネルを装備した形態となります。武装としては、背面の翼に、8機のアリスファンネルが搭載されています。バリアのように使用することも可能で、ザ・アサルトフォームと呼ばれる攻撃や、対話を呼びかけるインフィニットチェイスを繰り出すことが可能です。また、進化したバリアブルライフルや、エクストリームシールドといったアイオス独自の武装を持ちます。ファンネル進化、アイオスになら全て託せる。この時同時に、イクスはアイオスの設計データを見て、自身もファンネル進化を進めるべく、ララースンとアムロレイに会いに行き、同じくファンネルを使用可能な形態イグニスフェイズを完成させて、レオスのアイオスと戦いを繰り広げました。その後、イクスはターン A ガンダムの世界でターン X と戦い、月光町を学びました。そして、ギムギンガナムの力を借りて、マウンテンサイクルからモビルホースミストペガサスを掘り出させます。こうして、イクス機は最終形態ミスティックフェーズへと進化しました。ミスティックは月光町から学んだ絶望町を使用することが可能なほか、イクスファンネル、デスティネイトプラン、そして槍を用いた攻撃に加えて、ビームアロー、オブリビオンメテオといった強力な技を放つことができます。レオスはゼノン、エクリプス、アイオスすべてのフェイスでミスティックに敗れますが、セシアの助けを受けてエグザフェイスへと極限進化しました。この形態はゼノン、エクリプス、アイオスの3形態のパーツを装備した姿となります。必殺技エグザフルバーストを放つことが可能で、これを用いてイクスを破りました。しかし、その後イクスは地球や人類がすでに滅んでおり、ジュピター10はセシアの肉体が封印されている以外、すべての存在が肉体を持たないホロアクターであることを知って絶望し、すべての GA データを破壊しようとします。そして、レオスはイクスとの最後の戦いを繰り広げていきました。その後、レオスとセシアは人類の新たな進化が始まる日を願い、二人で共に過ごしていましたが、数年後のある日、ジュピター10が管理する GA データ以外のデータが確認されたため、その世界の調査に赴きます。赴いた世界は、アムロが初めてガンダムに登場することになるサイド7。しかし、それは、ジュピター10でのデータとは異なり、アムロの前に現れたジオング、完成機がガンダムを破壊し、コロニーを焼き払った後の世界でした。そして、新たな GA データの世界を知るレオスたちの前に、ジュピター10以外に存在する9つのステーションの一つ、マーズ1の統率者にして、セシアと同じく肉体を持つ人物、アルアダと、セシアのホロアクターデータから作り出された、セシアウェア、プリモ、セスト、アハと、
ノーノという4人のダークセシアたちが現れ、セシアの肉体を連れ去っていったので、レオスはエクストリームガンダムタイプレオス2バリアントサーフェイスを完成させて、セシアを取り戻そうと尽力していくことになります。バリアントサーフェイスはマーズ1との戦いの前にすでに設計されていた機体ですが、レオスはこれを完成させるためにはサイコフレームを学ぶ必要があると考え、機動戦士ガンダムユニコーンの世界を訪れます。そしてトリントン基地でバナージ・トロニが戦う中、フェネクスに登場して現れたアルアダとも交戦し、サイコフレーム技術を学びました。さらに機動戦士ガンダムシードの世界へ行き、ロンギュールの最終調整を受けて完成しました。バリアントサーフェイスはエグザフェイスの機能を引き継いだ機体なので、武装としてはプロテクトビットを搭載したビームライフル、バリアントライフル、ワン部の爆熱機構ゼノン、翼に搭載された6機の全艦ノウファンネルアイオス、近接兵装として使用可能なブレイドビット、バックパックに装備された高純化兵装エクリプス、そしてビームサーベルを持ちます。レオスがバリアントサーフェイスに登場し、セシアの心を持つダークセシアたちと共に、アルアダが狩るスプレマシーニアとの戦いを繰り広げますが、アルアダからエクソダスアンサー計画について知らされました。エクソダスアンサーとは、人類進化を促す GA 計画が失敗した時、地球環境を捨てて外宇宙に旅立つことで人類の進化を促すという計画であり、旅立ちの時には地球を破壊するというものでした。GA 計画がまだ終わっていないと考えているレオスはエクソダスアンサー計画を食い止めようとしますが、人類のためにはエクソダスアンサー計画を優先すべきと考えるセシアが、プリモが育てた G ダイバーイクストリムをサブパイロットとしてディストピアフェイズに登場し、レオスの前に敵として立ちふさがりました。そしてディストピアフェイズの圧倒的な性能の前にレオスは瀕死になるも、ダークセシアたちの思いが呼応して、セシアは進化してレオスの元へ戻り、さらにレオスも進化して残ったトリムが狩るディストピアを倒しました。しかしトリムは脱出し、自分自身が人類進化探求の担い手となるべく暗躍していきます。トリムはいくつのデータを再構成した存在で、エクストリームガンダムマーク2アグゼの調整を進めていきました。またプリモを味方につけ、マスターアジア、シャーアズナブル、女性隊のティエリア・アーデ、ゼクスマーキスの4人を引き込んで人類進化同盟を結成し、地球環境を保全した後で GA データの中から優れた人間に肉体を与えることで地球再生と人類進化を成し遂げようと目論みました。その第一手としてトリムがセシアの肉体を手に入れようとしたため、レオスがバリアントサーフェイスに登場し、セシアは新たに開発したエクストリームガンダムタイプセシアエクセリアに登場して戦っていくことになります。エクセリアは操縦技術が素人のセシアが扱えるよう同分可動式レドームを搭載するなど支援に特化した機体となっています。武装としては専用大型ビームライフルクロイツデスズーレンスを持ち、広範囲を攻撃することが可能なほか、大型ビームサーベルハルプモントを持ちます。また両剣部にはシールドビットを持ち、腕部からはスフィアビットと呼ばれる球状のビットを射出することが可能です。防御の際にはマージナルサークルと呼ばれる魔法陣型非実体シールドを展開するといった魔法少女を思わせる技も使用できます。さらにリンクリフェイザーという機能を搭載しているので、ダークセシアたちが登場するエクストリームガンダムリフェイザーのカルネージ、タキオン、イグニス、ミスティックの武装が限定的に再現可能です。母とセスとノーのトリモ、いつだってみんなの思いはこの機体と共に。レオスとセシアは仲間たちと共に人類進化同盟と戦います。そしてシャアが狩るシナンジュとハマーンが狩るキュベレイ、ティエリアのスプレマシーニア、ゼクスのエピオン、そしてトウボウフハイとの戦いの先にトリムのエクストリームガンダムマーク2アグゼと最後の戦いに臨みました。エクストリームガンダムマーク2アグゼは頭部にフェイスブレイザーを持つほか、シールドのみならずビームソードやサイコライフルといった機能も備えた複合兵装ミスティックエッジビレッジトゥルースを持ちます。また絶望鳥の上位互換であるユイナ希望鳥といういわゆる分身する月光鳥が発動できます。そんなチート性能を持つアグゼの前にバリアントサーフェイスとエクセリアは一つとなり、超進化形態エクストリームガンダムエクストリームアプリケーションオンとなりました。本機はハイブウィングユニットはエクリプスランチャーモードに変形するのも可能で、ブーストすると光の翼となります。本機は
アグゼの自衛データ制御や分身技などを学んでコピーすることで、アグゼを圧倒する性能を発揮し、トリムのアグゼを倒します。そして、戦いの先に、レオスとセシアは、共に人類進化を目指して歩んでいくことを改めて決意するのでした。余談ですが、ガンダムエグザシリーズは、すべてのガンダムを仮想空間の出来事として、様々な作品の出来事に介入することで、登場人物たちから学びを得て、進化していく物語となっています。そのため、強力なオリジナルキャラクターの存在や、原作が改変されるという要素を持つので、原作を第一とする方には注意が必要ですが、逆に、幅広く様々な作品に興味を持ちやすい作品になっているので、ぜひ興味のある方は読んでみてはいかがでしょうか。ニュータイプの神髄、学ばせてもらおう。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければ、もう一本、動画を見ていただければ、とても嬉しいです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。